皆さんおはようございます。ともかです。私は今神戸のザ・ロイヤルパークキャンバスホテルに来てます。今回は、神戸の観光だったりとか食事だったりとかをお届けしようと思うんですけど、通常のなんかメインのメジャーな観光スポットとかではなくって、友達がね神戸に住んでるということで、その子がおすすめする場所にいろいろ一緒に回ってもらいたいなと思って今回動画を回してます。ということで今回の動画も楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで行ってきます。今回宿泊するホテルはこちらのザ・ロイヤルパークキャンバスです。今回はこちらに宿泊します。失礼いたしホテルに到着しました。はい、まずは入ってすぐここに大きい鏡とスリッパがあります。ここに荷物を置いて、お部屋はこんな感じでダブルベッドのお部屋で、ここにテーブルがあります。いい感じ。ここに冷蔵庫とコップも用意してあります。テレビもいい感じですね。大きい。そしてここにもテーブルの上に、コンセントとパソコンが使えるように LAN ケーブルも用意されてます。そしてお部屋についてるパジャマはこういう感じでセパレートタイプになってます。これは長袖かな、半袖ですね。ここにベッドと部屋のライトも USB とコンセントがあります。洗面台広。こちらはトイレとお風呂場はシャワーのみのお部屋にしました。これで1万6000円ぐらいですね、1泊1部屋。こちらがお部屋からの景色です。特になんか弊害もなくいろんなビルあって神戸の街が見渡せます。なんかちょっとマンションみたい。はい、ということで今、新神戸の駅に到着して、世界三大滝のうちの一つ、布引の滝に向かってます。本当に新神戸駅のすぐ真裏にこういうハイキングコースがあって、なんかこんなにハードだとはちょっと想像してなかったんですけど、今頑張って登ってます。時間的には駅から歩いて15分ぐらいって書いてあったので、一番遠くても近いところだと5分で書いてあったかな。なんで今一番大変だけど景色の一番大変だけど景色の綺麗な滝に向かってます。ということでまず最初のスポット、神戸観光の一つ目は、布引の滝です。ということで行ってきます。本の滝百選布引フォールズ、こっちです。もうすぐ滝に到着しそうな雰囲気ですね。音が聞こえる滝の。みんなちゃんとハイキングっぽい格好してきてるのに、マジで超アウェーな格好でハイキングしてます。やばすぎ。うわー、今からここを降りていきます。
はい、ということでこちら布引の滝にやってきました。新神戸駅から歩いてここまで15分ぐらいあったんですけど、すごい階段とかがあったので、もうこんな感じで全然ハイキング用の服じゃないんですけど、でも登ってこれました。でここの滝は日本三大滝の一つ、高さが43メートルで、ここで見れる滝は2つあるんですけど、上の方が、御滝で下の方が夫婦滝になっているので、ここで、2つの滝を見ることができます。確かここ、全部を合わせて布引の滝っていうらしいんですけど、ここの滝、ここに来ると6つか5つのうちの2つを見ることができます。ということで新神戸の駅の裏にこんな自然がたくさんあって、都会にいるのにマイナスイオンを浴びることができるので、神戸に来たらぜひここ来てみてください。ということで、布引の滝からお届けしました。もう一個の滝ありました。ここだ。そう、まず最初にここの橋に来るんですけど、ここで右と左に分かれます。で私たちは右に進んだんですけど、こっちの方がちょっと遠回りになるんですけど、階段がすごいちゃんと整備されてるので登りやすかったです。なんで行きは知らずにこっちに行ったんですけど、帰りはこっちの左側の道から降りてきました。こっちの左側の道は、布引の滝に近いんですけど、道が整備されてないので登るのはちょっと大変だし、坂が急になってます。ただ、メインの滝に行くのに2つ滝を見ながら行くことができるので、早く、見たい場合はこっちの左の道に行った方がいいと思うんですけど、楽に綺麗な道を行きたいんだったら右をおすすめします。続いては、神戸布引ハーブ園にこのロープウェイを使って行ってきます。はい、ということで2カ所目の観光スポット、こちら布引ロープウェイにやってきました。ここ布引ロープウェイに登って、ここの、ハーブ園に行くんですけど、なんかハーブ園に行くためにはこのロープウェイを使わないといけないらしいです。で、ハーブ園に行かないでこのロープウェイだけを楽しみたいっていう場合もこちらに乗って、なんか調べてみたらロープウェイのチケットと布引ハーブ園の入場券がセットになって1800円とかで売ってたみたいなんですけど、ちょっとこれからその中身も確認していきたいと思うんですけど、ここランキングですごい上位2位ぐらいとかかなに上がってた観光スポットだったので、ちょっと行ってきたいと思います。ということで神戸の観光スポット2カ所目はこちらのロープウェイとハーブ園になりますということで行ってきます。こちらが金額になってます。なんか季節とかによって時間も違うみたいだし、料金もナイターとかあるみたいなのでチェックしてみてください。ということで行ってきます。ロープウェイ乗り場にやってきました。今からロープウェイに乗ってきます。なんか360度見渡せるらしいです。後で飲めるから今からロープウェイで、5分の空中散歩に出かけます。なんか上からは神戸の街並みが一望できるらしいです。なんか香港の夜景の景色みたい。ここ紅葉とかだったらめっちゃ綺麗そう。いい景色、綺麗。すごい滝が見える。さっきまであそこにいたのに。わー、なんか本当に布糸じゃないや、布引きの滝と布引きロープウェイは近いんですよね。もう着いちゃう。5分なんだ、あっという間ですね。知らなかった神戸にこんなところがあるなんて。いつできたんだろう。すごい。 I can see garden 5分はあっという間ですね。
知らなかったんですけど、ここの駅で降りると思ったら、ここは中間駅らしくて、風の丘中間駅って書いてあります。なんでハーブ園は山頂らしくて、まだ乗るっぽいです。本当に空中散歩。すごい。うわ、ハンモック。みんな寝てる。ダモコ。ハンモック。ダモコ。はい、ということでここ神戸布引ハーブガーデンに到着しました。ここまで、5分10分ぐらい10分ぐらいですね。で、最初にまずこちらの神戸ビーフカレーを注文しました。ということでもうちょっと食べちゃったんですけど、まだ神戸ビーフは食べてないのでいただきます。めっちゃ溶ける。お肉、神戸ビーフのお肉の柔らかさがやばいです。本当に嘘じゃない。なんかお持ち帰りなんだろう、お土産用でも売ってたんですけど、他のところでも食べれるのかな。でもすっごい美味しいので、ハーブガーデンに来たら食べてみてください。こんな感じで自分の好きな匂いを探すんですね。はい、ということで今新神戸駅に戻ってきました。ハーブガーデン思ってた以上にすごく良かったです。もったいなかったのが時間が全然なかったので、展望台に着いたところで少ししか時間取れなかったんですけど、時間ある人はぜひもっとね下って下にも行ってみてください。でも上だけでも十分ご飯食べるところだったりとか、ハーブとかがいろいろ植えられてたりとか、景色も楽しめるし、お土産もねたくさん売ってたので、季節によっていろいろあるらしいので、ぜひ行ってみてください。ということで次のスポットに行きます。自発の駅から海が見えます。すごい。はい、ということでこちらのレストラングレートフルズにやってきました。ここはひとみちゃんに教えてもらったすごい景色のいいレストランになってて、目の前が本当にもうすぐ海なんですよね。でご飯もめちゃくちゃ美味しくって、海も近くって、電車からも歩いて本当に徒歩 5歩のレベルで駅から見える場所にあるので、神戸に来たらめちゃくちゃおすすめします。いつもすごい混んでるみたいなので、ちょっと時間ずらして来た方がいいかなって思いました。ということでぜひ参考にしてみてください。ということで、次のカフェに行きたいと思います。これリゾートっぽいよね。You wanted to come. To rub your back when it hurts. Like someone checked my leg. So I was like, why?
はい、ということで今こちらの、ノーショアというカフェにできました。カフェレストランかな。もう時間がちょっと遅かったのでドリンクだけだったんですけど、雰囲気が良かったです。窓からハーバーの景色と海の景色が見られたので、雰囲気を楽しむのはすごいいいなって思いました。海岸沿いの雰囲気を楽しめるカフェレストランだったなって思います。私個人的には最初に言ったハンバーガー屋さんの方がおすすめかな。おすすめ度は。でも景色はちょっとやっぱり2階というか建物に3階とかにあるので見渡せる感じはとても良かったです。ちょっとだいぶ寒くなってきたんで、これから、ホテルに戻って荷物をピックアップして次の目的地岡山に向かいたいと思います。なので一旦神戸のブログは締めたいと思います。神戸の Vlog 最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったな、良かったなって思っていただけたらチャンネル登録、高評価、コメントもどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。